どうもこんにちは、マーブラックです。本日もこちらのタダでもらった白のワゴン R MH21S なんですけれども、前回はね、サスペンション周りの異音がありまして、そちらの改善をするためにアッパーマウントの交換とフロントのサスペンションの交換をしてアライメントを調整したんですけれども、今回はその時に発見されたドライブシャフトのグリス漏れということで、ドライブシャフトの交換をしたいと思います。徐々に回復しつつあるタダでもらった白のワゴン R なんですけれども、今回もドライブシャフトを交換してね、体感とかが変わるわけではないんですけれども、安全に走れる状況をね、作っていきたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。それではドライブシャフトの交換をするんですけども、流れとしましてはジャッキアップをして片側傾かせます。これはドライブシャフトを抜いた時に ATF のフルードが出てこないための対策となります。ただしそれでもね、漏れてくる時もありますが、対策ということで漏れないように片方ずつ斜めにして、それでやっていきたいと思います。これでタイヤを外しましたら、足回りの関係をばらしていきたいと思います。まずはここのセンターナットのカシメを起こします。こんなもんで OK です。そうしたらこの 30mm のナットでセンターナットを外します。取れました。そしたら次にここのボルトともう1個ね、下にあるんですけども、2本のボルトを外してキャリパーを外します。取れました。そうしたらキャリパーを外して、それでローターを外します。キャリパーはね、なんかこういう S 字フックなんかで引っ掛けておいてください。これで OK です。そうしましたら今度はロアームとナックルの付け根のこの 14mm のボルトを外します。今ここまで外せました。さらに外せたら、ここのスタビリンクを下側から 12mm で外しましょう。これで外せたことによって、ここのロアームがだいぶ自由度が増します。これでロアームがね、とりあえず取れました。ブラリンの状態です。この状態からドライブシャフトを引き抜きたいと思います。ここがかじっちゃってる感じですね。今回ちょっとうまく外せないので、ここのタイロットエンドも今回は外したいと思います。下は 17mm で外します。キャッスルナットを反対につけて、それでハンマーで叩きます。なんとか外れました。そうしたらここを外したいんですけど、ここがね、なんか固着しちゃってんだよね。なので、どうしようかね。ハンマーで引っ叩いてどうにかなんのか。引っ叩いてみます。諦めました。はい、ちょっとこれでね、全然外れないので、このクーラーをですね、使って当ててね、引っ張り出してみたいと思います。これで外せるんでしょうか。全然外れません。いや、マジかよ。今こちらの刺さってる側のドライブシャフトを抜きました。それでちょっと猶予を持ってこっちをもう一度ね、押し出してみたいと思います。全然外れないので、今回この3本爪やってみました。これで外せなかったら撮影中止です。やってみましょう。ブラシャが外れません。中止です。
今ですね、散々悪あがきをしてましたら、無事外れました。一応ですね、ここに556を刺してですね、もう一回クーラーをやり直したんですけれども、そしたらなんとかちょっとずつですね、緩んでいって外すことができました。なんとかね、良かったです。それで、ここから今もうエンジン側の方はもう外してあるので、これを外してブーツがちゃんとしっかりしてるものに交換したいと思います。今ですね、外したドライブシャフトになります。こっちの車体側の方のブーツはまあまあ漏れてるとかもないんですけども、まずここのですね、通常だったらこんな感じでついてるウェイトですね。それがもうちぎれてしまってると。こんな状況になってます。それと同様にアウター側のブーツが1箇所ね、もうこのような感じでパックリと切れてしまってたんで、こちらの中古のドライブシャフトに交換します。ドライブシャフトを刺す場所はわかると思うんですけども、この延長線上にあるここの部分ですね。ここにドライブシャフトを刺します。それから手前側のここのナックルの部分にシャフトを刺すという感じでドライブシャフトがはまるような感じになってます。それではやってみましょう。はまりました。念のため、この時ね、車体側の方もちゃんと刺さってるか見てみましょう。刺さってるようには感じるんですけど、見切れないんで、後でね、下ろしてみた時にフルードが漏れるかどうかチェックしてみたいと思います。スタビリンの下のボルトをつけます。最後にローターとキャリパーをつけます。これは弱なことに14ミリです。これでホイールを履かせてジャッキダウンして、それでフルードが漏れないかを確認してみましょう。はい、ではこれで下ろしてみたいと思います。フルードが漏れないことを願います。どうでしょう。おそらく大丈夫だと思います。スロープが前後反対でした。このままいっちゃいます。ということで今回のドライブシャフトの交換作業、なんとか外すのにね、苦労したんですけれども、なんとか外せて、その後はね、作業滞りなく完了することができました。もう片側のドライブシャフトに関しましては、特にブーツの破れとかもなく問題ないので、今回は片側だけの交換となりました。作業手順に関しましては同様の内容となりますので、もし硬いようだったらタイロットエンドを外さなければいけないけども、ほんと外れそうな感じであるならば、ロアームのナックルの付け根の部分と、ブレーキローターとブレーキキャリパーを外せば、基本的には交換ができるような感じになると思いますので、もしそれで作業がやりづらい場合なんかは、順を追ってタイロットエンドを外すとか、あとはサスペンションの付け根を外すとか、そのような感じでやるといいと思います。ちなみに、こちらの MH21S は ABS 付き車両と ABS なしの車両がございますので、くれぐれもね、ドライブシャフトを購入するときは ABS があるかないかを確認をね、忘れないようにお願いします。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、高評価やね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。